スをしたからといってそれが愛だとは限らない。好きだと言ったからといって本当に好きだとも限らない。誰も自分の気持ちを理解できないまま感情だけが先に暴れてしまった瞬間だったと思う。裏切られたと思い込んで傷ついて悪者になろうとして相手を壊そうとする。でもその行動は本当に憎しみから来ていたんだろうか。好きだと言いながら体は別の答えを出している。この関係には愛という言葉では説明できないズレがある。今日はそのズレがどこから生まれてなぜ2人を動けなくしているのかを静かに紐解いていこう。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。今回のキスはコウ本人の自覚としては愛ではない。彼は裏切られたと感じた瞬間に傷つく側でいることをやめて壊す側へと踏み出してしまった。コウは感情を理解するより先に行動でぶつけてしまう人だ。本当にどうでもいい相手に対して人は復讐したいとも傷つけたいとも奪いたいとも思わない。つまりこれは好きだからキスしたというより好きだと認められないから壊す形で接触してしまったに近い。コウは愛している、欲している、失いたくないという言葉を一切使えない人で、その代わりに裏切られた、所有を奪われたという言語にすり替える。その行動に名前を付けられる場所まで彼はまだたどり着いていない。一方でジラの思いはもっと複雑だ。彼の体は最初からずっと正直だった。水泳を教えるという名目で触れられただけなのにジラの体ははっきりと反応して沈められなくなるまでに。それに対してピームが好きだと言いながらいいムードでベッドにいながら準備ができていないという。感情が追いつく前にもう体の方が先に知ってしまっている。ジラはピームを正しい選択だと思い込もうとしている。それは嘘というより自分を守るための合理化だから今回コウにキスされてもジラは拒否も肯定もできないまま理解が追いつかずにその場に止まってしまった。そして決定的なのがお前のアートの価値を分かるのは俺だという言葉だ。ここでジラが止まった理由は恋でも執着でもなく自分の確信を見られているという恐怖と同時に訪れる安堵だった。ピーモはいい人としてジラを見るがコウは価値そのものとしてジラを見てしまう。それは重すぎて怖くて逃げたくなる。でも一度本当の自分を見抜かれてしまった後で人はもう簡単には離れられない。そのせいで体が動かない、涙が出る、そして一緒に帰れなかった。コウは気づかないまま動き、ジラはずれたまま立ち止まっている。まだ名前のつかない場所に2人は立っている。また次回お会いしましょう。ではでは。